これは何の生地になる？これはカントリーブレッドの生地。もう朝仕込む。全粒粉 100%。食料の自給率が低いことと、エネルギーの自給率が低い国なんで、そういう国が今後、まあ今ね、僕らが生まれ育った時代は豊かな時代だったけれども、それがいつまで続くかってことを考えたときに、やっぱりそういうその2つの自給率が低いっていうのはすごい問題だと思うので、それをどうしていったら今後安心して、楽しく暮らせるかどうか、そういうことがまあ一番の関心ですかね。やっぱり圧倒的に輸入の小麦が多いんでね、その辺今後どうしていったらいいものか。やっぱり農業ってね、政治だからなかなか簡単にはいかないと思うんですけど、まあ選挙はもちろん行くんですけど、一票入れるだけだとどうしても、変えるっていうことにはなかなかなっていかないと思うんで、まあね、僕みたいな小さな一個人が国を変えるっていうことはもう到底できないけど、小さな地域だったら、少しは何か変えていけるのかなっていう気がするんで、そういう思いを持ってパン屋をやってます。これはそば100の、発酵種を今作ります。スターターはライなんですけど、これはもうライ麦だけのスターターで、これはずっと毎日更新してるんですけど、それをスターターにしてそば粉 100% の発酵種を作って、でそれを、種にしてそば100の生地を作る。このスターターはもうずっとこれで、全てのパンをこれで作ってます。あ、そうなんですね。はい、だ小麦のパンだったら小麦の発酵種を作って、あ、小麦の発酵種も元はライ麦、スターターはライ麦っていう、今週だと、生地の合計が130キロぐらいなんですけど、週の初めはもうこのライの種が、ライのスターターが2グラム、発酵種をいくつも作るよりも1種類にして、それを日々更新していった方が、まあまあそういうやり方を自分はとってます。これそば粉です。昨日ひいてふるったやつです。まあもうどうだろう、このぐらいです。茨城県のスターターに使ってるライ麦。
これ2グラムと。2グラムです。それが全ての元になる。そうですね。これをね、旅にも持ち歩くんですよ。そうですよね。考えの合うパン屋さん行った時は、そこの、この種も少しもらってこの中に混ぜるで多様性ができていく。どうだろうな、10件ぐらいかな。中川さんのミッション。ボスもこのまんまでとりあえずいい。そばの種がもう動き出したまあもっと発酵させますか。これね、中にスチームを出す用のスチーム用のボックスがあって、その中に水が落ちてスチームが噴射するよ。このパンは下さんが作られたパンなんですか？これは僕が、はい、昨日仕込んだ。そうですね。この場所を借りて自分のパンを焼いてるっていう感じですか？そうです。焼かせていただいているという感じです。どういうメカニズムかわかんないけど、後半ね、蒸気でいっぱいになるから、そこは抜いた方がいい。手伝いでもないってこと？手伝いでもないってこと？いや、だからお金でのやり取りじゃなくって、まあ焼かせてあげるけど手伝ってねっていう感じで、それでもう1年以上で、あれを自分のパン作ったのをここで売ってるんですか？ここでも売ってるし、イベントに持ってでもパンバッティングしないですか？まあそれよく言われるんだけど、でもね、何個か所詮何個かのことだけど、うちにとってパン何個が売れるっていうのは、大きなことじゃないけど、彼の人生にとってこの期間パンを焼けるのと焼けないのでは大きなことだと思っている。それが何ですか？これはロブロ。ライ麦の全粒粉 100% なんで、それを蒸し焼きにするとこういう色ですね。蒸し焼きになるんですね。まあ蓋をして焼いてるんです。
加水率が結構高くて、で蓋をして焼いてるんで。なるほど。柔らかくなる。柔らかく、まあ独特のね、ですごい粗くひいたライ麦が多いんで、ホロホロというかつぶつぶ感がだいぶある。明日買って帰ります。はい。じゃあこれってフルーツ？息子。分けてどうするんですか？分けて炭はまた窯の火力に回して燃料としてリサイクルして、で灰の方は、近所の、農家さんというか家庭菜園の方にお渡しするっていう形です。こんなベビーリーフなんか生命力を感じるよね。ね、なんかでもそうですね、味濃い。優しい感じよね。ね、なんかね、そう、すごいすっきり。だいぶ合いましたね。あすみません、お邪魔します。ちょっと私行きますけあど、場所だけ言ってあげてください。寝る場所。まだあれか。そうで、中にあるものは全部使ってもらってよくって、布団とはい。タオルとか足拭きとか全部置いてあるんで、中にあるものはもう何でも使ってます。本当ですか。で、すみません。あと何だっけ。もう行く？出る。
なんかこういう窓とかこういうところが作りが完璧なその辺は自分でデザインしてどうやったら効率よく作業できるかな。この入り口が広いっていうのはあんま見ないと思うんですけど、やっぱり生地の出し入れっていうのがすごい石窯って結構大変とか手間かかるんで、その部分をいかにスムーズにできるかっていうのと、あとまだできてないんですけどスリップピールでやりたいなと思ってで間口を広げて、でその辺も熱効率考えた時にどうなのかなっていうそういう情報があんまりないんだけど、その辺はもう調べて入り口の幅が広いことに関しては効率はそんなに下がらないっていう文献を見つけて、それで思い切って広げたんですけど、あとは強度の問題もあるんですけど、この見えない部分に鉄骨がこれギリギリのところまで鉄骨が中に入ってるんで、それで支えてるですね。間口を広げて、入り口が落ちないようにするための緩やかなアーチだし、単なるオーブンっていうだけじゃなくてこの地域の資産になると思うんで、自分のパン焼きが終わっても誰かが引き継いでくれたらそこで新たにオーブンを買うこともないし、煙突も断熱が結構重要なんで、二重の煙突断熱ステンレスの煙突に、断熱材巻いて鉄板を巻いて、下の方はさらにレンガをで、外側に全く熱が漏れてないんですけど、中が400度ぐらいになっても全くこの温度上がらないで、一回温めるともう1週間緩やかには温度下がってきますけど、熱が外に逃げない。ここで全体に蓄熱をさせる。おはようございます。これがライ麦。ああ、本当だ。背が高い。背が高いですよね。これ古代小麦のアインコーンっていう一番栽培小麦としては一番古い古代小麦。ちょうど花が今出てます。すごい繊細な、そうなんですか。優しい。なんか古代小麦っていうとね、一番古いっていうと荒々しいイメージだけど、すごい繊細な感じ。これは現代小麦ですよね。だから全然違いますよね。どういう目的で植えたんですか？原料の小麦を身近に感じたいというか、ね、粉だけ扱ってても見えてこないじゃないですか。でお客さんにも見てもらいたいなと思って、で店の前に。
で下にでこの缶で浮ける。こういうふうにやってる人がいた。こういうふうにこういうオーブンがあったんですか。特にそういうわけじゃないですけど、オリジナルで考える。まあでも同じことやってる人は絶対いると思いますけどね。完璧だと思う。この動きがなんかすごい滑らかじゃないですか。この辺はまあ削ってコンクリート削ったりとかね。ここも作ったんですか、自分で。そう。すごすぎますね。これがダンパー開いた状態で、ロッドをこうこっちまで伸ばせば前でこうできるんだけど、そのうちやろうと思ってるんです行ってきます。ちょっと変わらってや、そんななんか変なもんつけていかんとって。いや、じゃあ濡れてた。部屋についてんのちゃう。行ってきます。気をつけて。あかんで。車来てるよ。これはふすまです。白い粉作ってもらう時の。
パリの店ではカンパーニュの余り生地に、イーストを併用してやってるからまあ自分のオペレーションにそれを落とし込んでサワードとレーズン種でイーストの代わりにレーズンっていう感じで水とレーズンで前の日に粉を出す。粉と混ぜて種にしていって、はい。マフィンの予約ってロブロがね、知ってますか？いけますか？半分以上予約でいっぱいなんです。そうですね。今日は4分の3ぐらい、まあもっとかな予約で来ました。近所の人が多いんですか？まあ一番多いのは近所の人が多いです。昨日めっちゃ良かったよ。何が安藤先生。嘘安藤先生の付き合い。めっちゃ教えてくれる。半分。半分で、はい。でこれよりこう一本ずつ、はい。美味しかった。ああよかった。カバンを見せたくてああ食のことをいろいろやってるから好きあだろうね。釜の中で燃やしてその熱を利用してパンを焼く。自然栽培の小麦を使ったり、多分材料としては一番日本で手に入る一番いい類の材料を使ってると思うんですけど、その割には、割と、求めやすい価格にしてると思うんです。いい材料で作ったいいパンをあまり高級なものにしたくないっていうのがあって、所得がそんなに高くない人でも日々食べられるようなそういうパンを焼きたいと思ってて、例えば、生地の、そのパンチをしないとか、あるいは成形前の丸めをしないとか、そういう工程を省くことで効率を上げて、多分美味しいを最優先に考えたらもっともっと違うやり方あると思うんだけど、美味しいを最優先にはしてない。はい、くるみで。くるみで。はい。ほぼオープンの時から来てますね。だから1年半ですね。なったような感じですね。毎週来ていただいて。ほぼ必ず。なんか他にもいっぱいパン屋さんあると思うんですけど、ここに来続けてくださってる理由ってやっぱり自然にこだわっているとか、この店主さんたちの雰囲気もなかなか大好きですよね。そこらもやっぱり大きいのはありますよね。はいはい。うちのお隣さんなんですけど、うちの営業日に野菜を並べるそういうことですか。やっぱり移転して薪窯うちの嫁さんが来てつけて、何回か買いに行ってて、でもそこから突撃で下ろしてほしいっていう話をしてお客さんだったんですよ最初。あ、そうですね。ここは和歌山県内の無農薬自然栽培をメインの今30軒ぐらい農家さん付き合いがあるんですけど、から直接野菜仕入れさせてもらって販売してるちっちゃいスーパーみたいな感じですね。農協に卸す
わけじゃないからこううんいうお店があると、まあ、助かりますよね。そんなん言ってくれますね。ねいや絶対そうだと思います。いやでも今回ね、その万博にいたチーズっていうのが、はこれなんですよ。いろいろ合わせた中で、やっぱりロブロが抜群にやっぱりうまいですよ。だからロブロもあれば、同じテクスチャーで言ったら、そばのパンも同じ感じなんですけども、でも圧倒的にやっぱりそのロブロの方が、やっぱりその世界観っていうか、もうその風味の広がり方が全く違うんですよね。めちゃめちゃ美味しいなと思って。そう、だから結局、そのロブロってやっぱり結構詰まってるじゃないですか、すごい風味っていうか、食感も。なので、それがオイルの中、これオイルが前やったグレープシードオイルを使ってるんですけども、それがめちゃめちゃ相性いいんですよね。ああそうなんですね。うん。だから本当になんか、これは自分の中でも、まさにその相乗効果。うん。もう本当そんな感じがしたんで、僕の中ではもう妻と一緒にそれを食べながら、これ、美味しいなって。できればそのプラスアルファワインが欲しいぜ、みたいな感じで、そんな感じで、本当に。喋りがうますぎて声も通るしありがとうございます。いえいえ。はい、わかりました。すみません、ありがとうございました。いや、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。